のキャラだと思う？この箱でわかるかしら？この箱のこのなんか勇ましい感じを、例えばよ、これでさ「さあマサさん何度のフィギュアを塗っていくと思いますか？」って言って「そうだな、なんだろうとかってやってても絶対バレるから、もう知ってんだろう。さすがにそこはもう現実だよね、やっぱり。あ、しょうもなみたいな。しょうもなってなればいいよ。そういう時までもあるからね、みんな。そこはもう多めに見てね、茶番ってことで。これ YouTube だ。YouTube そんなもんだからな。まあそういうことですよね。今回はね、トキのねフィギュアを塗っていきたいと思います。こちらです。結構大きいよね、このフィギュアね。てかなんか結構物々しい感じのさ、箱に入ってて、なんか高級感あるでしょ、この箱。だいぶ。まあでも実際これね、結構かっこいい時のフィギュアなんですよ。とりあえず開けましょうか。そうだね、とりあえずじゃあ開けてください。なんかもう開けて早々さ、取り扱い注意っていうのがもうこれでもかっていうぐらいの主張だわ。バーンって破損に注意。そこなんだよ。多分ね、これね、素材的に多分破損注意の素材なのよ、きっと。そうだね、なんかさ、いわゆる普通のさ、ゲーセンとかのフィギュアってさ、PVC って呼ばれてさ、なんかちょっとグニャグニャする素材だけどさ、そうなんだよね。このフィギュアグニャグニャしないんですよ、確か。なんかそういうの実は塗ったことあってさ、前田慶次とかもそのパターンかな。あれマジ注意だから、本当に塗り終わりそうな時にバリンともう割ってこれよ、マジで最悪だからね、本当に。ちょっと怖いからさ、全然喋らなくていいからさ、あ、全然普通にもう開けてください。もっと信用してよ、私のこと。いや、怖い怖い。はい、開封を無事にしましたが、どうよ。実際見てみてどう？俺の方から見るとめちゃめちゃクオリティ高いなと思うんだけど。クオリティ高いと思うね。うん。こういうさ、北斗系のフィギュアもいろいろあるけど、うん、この手のフィギュアは私ちょっと初めて開封したから、そうだね、かっこいいね、でかいね。そして大きいよね、30センチぐらいあるよね。そうだね、グランディスタぐらいはあるよね。あ、そうだね、グランディスタぐらいはあるね。こんな感じになりますね。はい、でかいでしょ。私の顔よりもでかいわ。だからさ、あれだよ、もしかしたらだよ、顔と比較してもよ、わかんないだろ、大きさ。もしかしたらね、顔がめちゃめちゃでかいかもしんないじゃん。岩さんみたいな顔かもしんない。もういいってもういいよ、それ。もうなんかずっとやるやん、それ。これカウントしてってほしい。結構言ってるよ、この岩さんのくだりの。いや、だって懲りずに顔と比較してくるからさ。それはいいのよ。実際こうなんか比較にならない？ダメ？でもわかんないだろ。だって岩さんじゃなかったとしてもよ、もしかしたらキャプテン翼みたいな感じになってるかもしれない。それもいいってそれももう何回もやってるから。なんかあれおかしいから、東証お化けだからマジでおかしいから。でもよくよく考えたらこの時もちょっとさ、10頭身ぐらいちょっとキャプテン翼味があるんじゃない？これはでもおかしなこと言うけど、こんなのが現実にいたらおかしいよ。おかしい。おかしいっていうか、めちゃくちゃ目立つと思うよ、実際。めちゃくちゃムキムキだよね、多分ね。ムキムキだし、相当腕太いよね。そこも目立つし、実際この頭身の人が歩いてたらマジでキャプツバ並みのヤバさはあると思う、多分。足の長さはキャプツバじゃないね。ああ、そうだね。でもまだまだ甘いね。でもそういう意味で言うとバランスがいいと思うんだ。私フィギュアってある程度やっぱ頭身があると造形的にこうパッと目に入ってくるよね、スタイルがいいから。やっぱり確かにね。まあなんかそれあるとおかしいのもいると思う。例えばヒロアカとかが10頭身とかになったら俺どうしちゃったらなんて、鬼滅とかがさ10頭身だったら、いやちょっとイメージがね、原作のイメージからかけ離れすぎてさってなるじゃん。でもワンピースとかが頭身多くても変じゃないじゃん、やっぱ。そうだね、そうだね。女のキャラとかはね、結構ね、頭身高いもん。そうだよね。原作のイメージとかと結構あまりにもかけ離れすぎるとってとかも確かにあるけど、まあまあいいや。とりあえず今回はそのトキを塗るわけなんだけれども、今回さ、どんな風に塗るって気になると思うんです、みんな。今回ね、私ね、これ漫画風に白黒で塗りたいと思います。今って思った人結構いると思うんだ。でもこのチャンネル見てくれてる人は、白黒も結構耐性があるというか慣れてきてる人たちだから。ああ、白黒免疫ついちゃった。もうむしろちょっと白黒欲してる感。ああ、もう禁断症状出てる。禁断症状出てる。そこまではないか。でもやっぱ抗体ができてる。抗体って言い方よ。まあできてると思うんだけど、私今回これをね白黒で塗りたいと思ったの理由があって、私今までこの原先生作品を何回か塗ったことがあるんですよ。前田慶次塗ったじゃん、あれは結構いわゆるそのイラストの感じね、美麗なね、イラストの感じ、グラデーションが入ったっていうのと二次元要素を掛け合わせた感じで塗ったりとかしてるじゃん、ラオウとケンシロウに関して、これは3D 二次元彩色塗ってて、スカルプターズっていう雑誌の方にも掲載させてもらってるのね。あれもだからカラーでしょ。で、あとこの前アニメのフィギュアの教科書の中でも塗ったそれこそトキね、あれはカラーなのね。いわゆる絵画風っていうかね、グラデーションで塗った。ほら塗ってないんだよ、白黒を。確かに。でもやっぱり北斗の拳に関してももともとは漫画なわけであって、漫画テイストであったとしても結構かっこよく表現できるのではないかというところで、私自身興味津々でございます。トキを塗ってラオウを塗ってケンシロウを塗って、あれ兄より優れた弟などいねえはいねえ。
どういうことだよ。それをすっ飛ばしてあまたお兄ちゃんに来たのか。もうそれを言わないで相手あげて、私もねちょっと心の中でちょっと申し訳なさというか、仲間外れ感というか、なんかそれかわいそうだなっていうのは実は思ってたりもしてて、あって、しかもこの前さ東京のコミコンに行って動画も出してるんだけど、そこでプライマンさんのところでさジャギのねあれめっちゃかっこよかったんだよ。いやクソかっこよかったよ。でもだからといってあれを今からポンって塗るってわけにはまだもうまだ発売されてないからね。まだそもそも買えないっていうところもあるんだけれども、まあ落ち着いてみんな。別に私はジャギのことを仲間外れにしてるわけでもないし、別に忘れてるわけでもないしなかなかいいキャラだと思ってますよ。ジャギを塗ったら、しっかりとその時はもう悪魔が微笑む時代になりますから。微笑んじゃうね微笑んじゃいますから楽しみにしてるよ。そうだね、微笑ませたいよね私も。微笑ませたい悪魔。まあでも一旦ジャギ落ち着いて、今日はまあ時なんでね、私としても挑戦枠ではあるんです。カラーってインパクトもあるけど、でもねやっぱり白黒には白黒の良さがあるし、漫画テイストには漫画テイストの良さがあるから、この北東シリーズの中で挑戦してない白黒っていうところでやっていきたいと思います。なかなかこのフィギュア結構重みがあるので扱い方がちょっと怖いなっていうドキドキもあるんだけれども、なんとか乗り越えてかっこいい時を仕上げたいと思いますので、皆さん動画を最後まで見てぜひ応援のコールをよろしくお願いいたしますリアルタイムじゃなくてもコメント欄で応援してくれた気持ちというものは私にしっかりと届いておりまして、次の制作に大変モチベーションとしてつながります。あれ国会議事堂いつの間に国会に移動したごめんつい熱が入ってしまった本音が出てしまった。はい本音が出て国会に移動する本音が出てしまった皆様のこの応援の声が私のやる気にもつながりますのでということでね、今日もねじゃあ元気に塗っていこうと思います。シュッシュッシュッ。グーなんじゃないか右手。あらら右グー爪が甘い。こうだそうだよ。はい、それでは塗っていきたいと思います。結構ね意外と重いっていう感じです。このフィギュア結構高級なフィギュアじゃないですか。だからあれですよね。でも結構見た目のクオリティがすごい、個人的にはですけどすごくクオリティ高いフィギュアだと思ってるから、多分人気なんじゃないかなと思うんですけど、どうです？なんかね、私が北斗シリーズのフィギュアを今まで冒頭でも言ったけど塗ってきた中でたびたびね Twitter だったりインスタだったりとか、それこそ YouTube の中でねみんなに見せてきたじゃないですか。その度にさ、結構ねインスタとかだったかなのメッセージとかで、自分はこのフィギュア持ってますみたいな中で、この時もね実はね結構報告を受けてたんです。だから多分北斗大好きっていう方とかコレクションしてるよっていう方の中では多分持ってる人もいるのかなって思うんだけれども、これをね塗るのって結構勇気いりますよね。多分実際に見た人がいたら分かると思うんだけど、いやなんかね想像以上にこのフィギュアクオリティ高くてですね、かっこいいんですよ。かなり前塗ったね胸像のやつはあれはあれで本当にかっこよくて、私ね実はね胸像も結構好きだから、あれスカルプターズさんにさ掲載させてもらうために塗ったんだけど、すごい楽しかったんだよね本当に。だから今でもねよく見えるところに飾ってるんだよね。なんか個人的にはさ、やっぱりさあの時スカルプターズさんにそもそも掲載させてもらったリペイントっていうところで掲載させてもらってるってなったことが私的には本当に嬉しかったから、結構思い出深いんですよ私の中では。そうだからね、それと同時になんて言うんだろうな、思い出補正補正って言うとなんかちょっと感じ悪く聞こえちゃったら嫌なんだけど、全然そうじゃないんだけど、なんか思い出がいい思い出だから、よりねそこからねこの作品自体がねなんか好きになったってところは実際問題あるんだよね。そうでね、今回は白黒でしょ。だからさ、冒頭でも言いましたけど、結構挑戦的な気持ちで私的にはやったかな。そう今見てもらって、ほらね今進んでいってるじゃないですか。線を入れていってね、大丈夫って感じしません？いやなんかねそう思う時がね実はね私もたまにあるんです。実際これね今こう塗っていってるこの様子が、今ほらシューって塗ったりとかしてるけど、途中で修正したりとか最後に変更した箇所もあるから、なんていうのかな、一番最後の完成品の
ところで全体のバランスとかは見てもらったら、最終的にどう着地したのかが一番分かりやすいから、あれなんですけど、この制作シーンに関しては大体こういう雰囲気で進めていったんだなっていうのが分かっていただければ一番いいかなとは思います。あとね、これね、そもそも当たり前だけど、このリペイントをすることを目的としても、これは本当当たり前の話なんですけど、別に作られてるわけじゃないじゃないですか、このフィギュアが。そうだから結構ね、この髪の毛とか塗る時とか割とね、なんて言うんだろう、線入れはね結構コツがいったかなっていうイメージですかね。そうでも私これもね、なんかたびたび話してると思うんですけれども、なんていうのかな、作画元々の作画とかその作品のテイストってなんか全然違うじゃないですか。いわゆるなんか美少女系っていう一括りにするのもちょっと難しいけど、これ例えばの話ですからね。例えばなんかじゃあ琴嫁とか、なんだろうな、で北斗だったりとか、あとヒロアカだったりとか、全然違うじゃないですか。こういう漫画とかの段階から結構テイストって違うじゃないですか。線を書き込むにしても先生によって全然表現が違ったりするから、でその中での私の中では、例えばジョジョとかこういう北斗とかに関しては割とこう力強い線のイメージがやっぱりあるから、なんて言うんだろうな、多少こう荒っぽいイメージ、最終的にすごい美しくまとまってるから結局美しいんですけど、この線っていったところに注目した時に一本一本結構力強かったりとか、ちょっと荒っぽいところが逆に味になったりとかしてるなってやっぱ思うから、そこはなんかあえて出していく方向で今回も進めてみました。だからそこら辺はね、こう割とこう神経質になりすぎずに結構大胆にババババって引いていった時に出た自然の形で出た線のその偶然性っていうんですかね、が逆になんか表現的に良さになるのかなって思って、私が勝手にそうやって汲み取ってるからなんか言ってんなぐらいで聞いていただいてもいいんですけれども、そういう感じで進めていきました。でね、今回さ、これ白黒塗りって言ったんですけど、実はね、今回また白黒でよしやってみよう、挑戦してみようっていうことで、またね漫画をちょっと引っ張り出してちょっとパラパラ見てたんですよ、その雰囲気つかむためにね。白黒っつったらいわゆるだから漫画風っていうところのテイスト的にね、漫画風が強くなるから改めて見返してた時にね、なんか北斗の漫画の中で結構この赤色っていうの、だからモノクロに加えてこの朱色系っていうのかな、なんか朱色系の色味だけがこうある、プラスされてる表現のシーンがあるじゃないですか。多分これ、分かる人には分かると思うんだけど、そこでその表現でいこうって決めたの。だからこの冒頭をさっき撮影して、いざやり始めるぞって言ってまた改めてこう漫画見てる中で決めたんです。そうだからこの肌の部分がこの朱色っぽい色を入れてるんですよ。これ多分どっかで画像差し込んでとか、画像を差し込めばちょっとわかる。差し込んでないかもしれないけど、ちょっと気になった方は見てみてください、漫画の方を。そうだから実際に一番最初にこの表面処理をサフとかいろいろ使ってして、最初にね全体の色味を私は整えてからこの黒い線を描き込んでいくっていうのが基本スタイルなんだけれども、最初にこのグレー系の色ね、でこのグレー系の色の中でも、何種類か実は使って全体的に陰影をつけて、白黒要素が強いんだけれどもあまりにも単調になりすぎないようなぐらいの感じで整えてから、そこに肌のところも朱色系の色を使って漫画の感じにちょっと思い出させるような感じで整えてから、今見てもらってるこの線入れ作業をやっていってます。これね、今 Now でこの見てもらってる映像の中で使ってるのは、私が昔からよく使ってて未だに使っているタミヤさんのモデリングブラシの細いサイズを使って今やってるんですけど、多分冒頭最初の方では使ってたと思うんだけど、ゼロカラーブラシも使って今回やりました。ゼロカラーブラシのチビと普通かなを使いましたね。
ゼロカラーブラシは私のオリジナルブランドで専門的な知識を持った方たちと協力してね、そういう力も借りてね開発させてもらいました。私のオリジナルブランドの筆になるんだけれども、これね、私ほんとね、発売してからもそうなんだけどね、マジで冗談抜きで結構使ってみてて、かなり使えるなーっていう感じですね、やっぱり。でも筆はね、私よくそれこそ筆、まあそりゃそうか、このチャンネル的にね、筆っていうところはかなり密接だから、まあ、よくね、筆に関するコメントとか、コメントというか最近だとメッセージとかが多いかな、質問とかもらうこともあるんだけど、ちょっと質問がね、基本的にその DM とかはたくさん本当にいただいてるんですけど、すいません、なかなか一個一個そういうのは返せないので、今ね、改めてちょっとそれについて話題が今自分の口から出たか言わせてもらうと、いろいろ使ってます、筆は。もちろん筆って本当にたくさんあるっていうのはたびたび動画の中では言ってるんですけど、なんて言うんですかね、本当に私がよく言う言葉に正解はないって言うんですけど、本当に正解はないと思ってて、今回自分はこういう筆を作ろうと思って一旦第一弾としてゼロカラーで筆を作らせてもらったんですが、もちろんね、それだけが使いやすいってわけじゃないんです、個人的には。未だに昔から使ってるそのタミヤさんから出てる比較的低価格の筆も私は使ってますし、今映像で見てもらっても分かるように全然使ってますし、自分で開発させてもらった筆ももう今ガンガン使っていってますし、この動画の中ではそんなしょっちゅう登場しないけど、あ、ここだっていう時だけピンポイントで使うような筆とかも、あと気分転換で使ってみようかなっていうような筆とかもなんかいくつかあったりとかして、いろいろ使ってるんで、なんていうのかな、なんか皆さんも最近私の動画とか見てリペイント始めましたっていう方も結構ね、連絡とかすごくそういう声もたくさんいただいてて嬉しいなって思うんだけど、そんな感じでなんかまずじゃあどの筆使おうってなって迷ってる方がいたら、ゼロカラーブラシに限らずね、なんかいろいろ使ってみるのがね、ほんといいと思いますよ。でももちろんね、ゼロカラーブラシはね、もちろんすごく考えて作らせてもらったから、ぜひね、また再販されたら、ぜひぜひ手に取ってほしいですけどね。はい。まあこういう感じでなんかちょっと筆の宣伝っぽくなっちゃってなんか申し訳なかったんだけど、いっぱいね、筆を使って今回ガシガシ書き込んでいった動画だからね、少しでも筆使いとかが参考になれば嬉しいなと思います。そんな感じで完成です。はい、無事ね、完成しました。結構左手が痛かったからね、この子塗るとき。おお、なんで？重いからさ。なるほどね。しかもガンガン扱えない感じだったからね、慎重に丁寧にやっていったからさ、愛着もすでに湧いてるんだけれどもね、できましたから見せますよ。せーの、じゃじゃーん。おお、浮いてるみたいな感じに見える。そう、いいでしょ、うん、ちょっとさ、細かいところとかもさ見せたいんだけどさ、これ結構危ないから、落としたらもう多分一撃 KO なのよ。 PVC 系の素材じゃないもんね、そうこれね。そうなんかちょっと分かんないけど、おいカチカチすんのよな。ちょっと危なげなのね。なんかこの時さんもちょっと心なしか危なげな顔に見えてきたもん。大丈夫ですようにっていう顔で。大丈夫ですよってとりあえず置こうよ、ちょっと怖いよ。まあそうだね、そうだね。ちょっとさ、初めにさ、みんなに言いたいところがあるんやけどさ、これな、漫画やんといえばさ、まあこういう感じやん。ほらこれまさにトッキーやけど、はいはいはい。なんだが今回これでやらなかったんだよ。じゃじゃーん。ああ、なるほどね。わかる？この感じ、肌だけちょっと赤みがある感じのペーストね。ああ、こういう感じでね。そうで、なんかこのちょっとさ、水墨画みたいな感じで、墨っぽいさ、墨汁がにじんでますみたいな感じがあるじゃん。これを表現するために陰影もさ、あらかじめつけたりとかして仕上げたんですよっていう感じで思ってください、皆さん。なるほどね。別にカラーでっていうわけでもないのだから。だからなんか白黒にちょっとワンポイント入ってって感じだ。それがなんかいい感じで、ほんとマジ差し色って感じになってて、かなり良かったし、台座も今回台座かっこいいね。そうやったんで、描いたんだね。せっかくだから描いたわって感じなわけですよ。これちょっと時白でさ、なんていうんだろうな、美しいイメージあるな時。今回はじゃあここに飾りましょうかね。そうだね、めちゃくちゃ見やすいと思う。いくよ。おい。もうね、背景に他のフィギュアもない、もう時だけに集中して見れる感じだからそうだね、まあ今後どうなるかわかんないけどね。そうだね。とりあえずはね、マジでかっこいい。よくこの赤をここに入れたよね。だから発想がいい。これはだから結局は漫画から持ってきてるのね。もう私は結構漫画とか原作リスペクトのとかあるから、アニメとかね。だからその中でどの表現をこのフィギュアに落とし込むかってところを毎回悩むわけよ、基本的にね。かなりハマったね、今回このテイストが。いやー、だいぶいいと思う。すっごいハマったと思うし、このフィギュア多分基本正面やと
と思うのよね。まあそうだよね。そうでしょ。基本はね。で斜めだとこういう感じで。あ、斜めもかっこいいね。かっこいいでしょ。顔がちっちゃいねこのフィギュア。なんか全体としては大きいのにさ。うんスタイルいいんだよ。で顔がでかいと言わさやんして。顔がでかい。こんなところにあれおーい、これはマリンパイセンそういうことになっちゃうからね。同じこと言ってんだから今。というのは置いておいて。ほらいい感じにしてくる。シュ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 っていっぱい入れちゃってさ。やっぱこのなんて言うんだろう、このシュシュシュっていうのすごい合うね。合うよね。うん、かっこいいかっこいい。合いますね。なるほどね。後ろから見てもいいように、後ろ独特の良さみたいなのを線で表現してるね。そうそうそう、こことかもね、影のところ。どこあ、下？そう、どのぐらいの塩梅にするのかっていうのはさ、もう自分の好みとかセンスだったりするんだけど、この台座もね、今回ほらね、結構派手にしてみたからね。台座いいよね。すごい好きだね、この台座。これ台座今さ、角度的な問題でさ、光って見えないと思うんだけど、これ角度変えると結構キラッとしてるから。あ、メタリックっぽい感じでね。そうそう、多分ね、ちょっと分かりにくいか。あ、でもほら、ちょっと分かる。あ、でもなんとなく分かるかも。でしょ。うん、金と銀で。あ、いいね、いいね。って感じですよ。いや、だいぶいいトキさんのフィギュアができましたと。でも私はね、こんなとこで言うのもあれかもしらんけどよね、ジャギーのね、でっけえフィギュア今探し中なんだよ。北斗もさ、結構塗ってきたじゃない。それこそさ、アニメ塗りフィギュアの教科書の中でも時は塗りましたよ。まだ塗ってないのがいるのでは？いるのでは。お兄ちゃんいるのでは、まだ残ってるのでは。いるのではってことよ。だから私はね、今ね、探しております。いやー、でもジャギはね、ちょっと掘り出し物探してるんだよ、私は。高いのはあったんだけど、もうちょっと安く出ないかなとか思って、今、チコチコ見てるところなんだ。そういうことなんですよ。まあだからね、北東系もね、まだやっていくと思う、私は。このゴリゴリな感じの塗りを楽しみたいと思いますよ。このチャンネルではね、この北斗に限らず、まあ普通にヒロカとか、ジョジョとか、ワンピースとか、好きなのを好きなタイミングでやってますので、ぜひフィギュア好き、漫画好き、アニメ好きの方はまた遊びに来てください。ということでした。最後に移しといて。今日の主役だよ、これは。いいね。素敵でしたね。はい、ということでね、バイバイ。